はい、今回は、リクエストいただきました、こんな感じの、シンプルに作れる、カバーフローのようなアニメーションのスライドショーの作り方を解説していきます。まず、新規コンポジションを作成します。カット01で 720p のコンポジションを作成します。そして、新規平面で白の背景を置いておきます。そしてさらに新規コンポジションで写真用のコンポジションを作成します。ピック01。で、写真の画角は4対3にしておきます。1200×900。で、OK。そして、写真を配置します。こんな感じですね。そして、この写真のコンポをカット01のコンポに配置。3D レイヤーのチェックを入れます。そして P を押して1を Z 軸を後ろにし、これぐらいの感じですね。1400。こんな感じで配置しておきます。そしてこれを Ctrl+D で複製し、スケールの縦をマイナス100%で下に移動。で、エフェクトからトランジションのリニアワイプで180度。で、変換の値を調整して、ぼかして、鏡面反射のような感じにしておきます。不透明度も落とします。こんな感じですね。で、この鏡面反射のレイヤーは写真を親に設定しておきます。これが、写真1枚の設定となります。では次に、この写真を動かしていくためのヌルを作成します。新規、ヌルオブジェクト。で、このヌルを写真の親に設定します。こんな感じですね。そしてヌルの位置を、例えば20コマ後のところで、この真ん中のキーフレームを打っておきます。さらに10コマ後にも同じキーフレーム。そしてスタート位置は左に移動していきます。で、キーフレームをすべて選択して F9 でイーズをつけておきます。すると、こんな感じの動きとなります。そして、次に位置を選択して、アニメーション、エクスプレッションの追加から、プロパティ、ループアウト、タイプサイクルを選択します。すると、このヌルに設定したキーフレームですね。この動きを繰り返すようになります。で、このサイクルの項目ですね。これをオフセットに書き換えてやります。オフセット。すると、この設定したキーフレームの移動ですね。この動きを繰り返すようになります。こんな感じですね。そして次に写真にも動きをつけていきます。まず1。真ん中にあるときにキーフレームを打っておきます。もう一つ同じキーフレームですね。そしてスタート位置は Z 軸をさらに後ろに下げてやります。2200。そして同じくイーズをかけておきます。F9。こんな感じですね。さらに R を押して回転ですね。Y 回転にキーフレームを打ちます。真ん中の状態のキーフレーム2つとスタート位置では、こんな感じですね。マイナス70度。として F9 でイーズをつけておきます。すると、こんな感じですね。そして去っていくときには、20コマ進めたところで、70度にすることで、こんな感じの動きとなります。これで、写真1枚の動きの設定が完了しましたので、写真の枚数を増やしていきます。写真と
鏡面反射のレイヤー2つを選択して、コントロール D で複製。そして下に移動します。そして分かりやすいように色も変えておきます。で、キーフレームを見ていくと、まず、1枚目が真正面を向いた状態ですね。この状態で2枚目の写真の親のリンクは解除してやります。そして1枚目が移動した段階でもう一度ヌルに再設定します。すると、動きが一つずれた状態となります。そして写真自体のキーフレームも動きをずらしてやります。移動するときですね。こんな感じですね。この要領で写真を増やしていくことができます。同じように2枚目の写真をコントロール D で複製、下に移動して色を変えます。そして、まっすぐ向いているときに、親のリンクを一度解除。そして、2枚目が移動した後に、ヌルに再設定。で、動きをずらした後に、写真のキーフレームもずらす。コントロール X でコントロール V で貼り付けると。すると、こんな感じですね。さらに繰り返していきます。写真と鏡面反射を複製。で、写真が真ん中にあるときにヌルを解除。写真が進んだ後に再設定。で、キーフレームのタイミングを一つ分ずらす。コントロール X、コントロール V と。はい、色変えてないですね。同じように複製。ヌルを解除。再設定で、キーフレームのタイミングをずらす。色を変える。こんな感じで写真をひたすら増やしていくことができます。そして、使用する写真群が、設定できたら次に写真のコンポを増やしていきます。このピック1ですね。これをコントロール D で複製していきます。2、3、4、5と。そしてピック2の中に写真を配置していきます。そしてピック3。ピック4。そして最後にピック5ですね。これで写真がすべて入りましたので、コンポジションを差し替えていきます。ピック1はこのままで、2枚目ですね。ピック2のコンポをピック2に差し替えます。コントロールオルトスラッシュで差し替えます。そして次が、この2つですね。コントロールオルトスラッシュ。で、3枚目、ピック3で、コントロールオルトスラッシュ。ピック4、コントロールオルトスラッシュ。で、最後にピック5。選択して、コントロールオルトスラッシュ。すると、こんな感じで簡単に作っていくことができます。今回は以上です。またお会いしましょう。